試合時間は、15分の4クォーター、1クォーター目が15分で2分休憩して2クォーターが15分で、その2クォーターと3クォーターの間はハーフタイムで10分で、また3クォーター15分で2分休憩して4クォーター15分っていうような形になってます。そうですね、2分しかないので相手がどう来てるか、もうちょっと自分たちはこうしようっていうような話を簡潔にしてます。やってる選手がなかなか気づかないところをコーチが見つけて、相手が例えば右サイドが弱点であれば右サイドから攻めろっていうようなアドバイスをすると、やっぱりそれがしっかりと実行されればかなりチャンスが多いかなというふうに思います。試合が止まるのはゴールを決めた時、もしくはペナルティーコーナーになった時、ペナルティーストロークになった時、あとは反則があってカードが出された時っていうのも止まります。先ほど説明した足に当たったりとかスティックを叩いたりしてしまっても基本的には時間が止まらずにそのままプレーされます。試合はセンターパス、自分たちのボールであれば、基本的には後ろに下げたりするんですけど、ボールを前に出すことも可能です。ただ人はいけません。後ろだいたいディフェンダーが4枚でこういったような並びで、返してフォワードの選手が引っ張ってってミッドフィルダーの選手も少しアップしていってボールを回して中盤使ってパスを回したりとかオーバーラップしてディフェンスの選手が動いて入れてみんながこういうふうにっていうのが基本的なゲーム展開になります。その中でボールを奪われるとターンオーバー、されるので、このみんなが帰って守ったりとかっていうふうになります。組み立て方は本当にサッカーの戦術を手本にしてやるチームもあったりするので、サッカーが詳しい方が見てもらうと面白いなっていうふうに思います。攻撃のセオリーは右サイドからの攻撃っていうのがスタンダードになっていると思います。その中で後ろが4枚でよく回すんですけど、この中から右サイドの選手を上げる。で右サイドの選手を上げてボールを回して右サイドで数的優位な状態を作って攻めていくっていうことがホッケーでは多く見受けられます。その中で中盤の選手を使って、パス回しをしてでサイドバックだったりとかフォワードの選手、さらにミッドフィルダーの選手をよりサークルの近く得点のチャンスがあるところに、押し上げていって、最終的にはもちろんサイドバックからサークルに入れたりとか、中盤の選手がサポートしてきてサークルに入れるっていうような、右からの攻撃、数的優位を作っていくっていうのが、ホッケーでは見受けられます。サッカーであれば、相手ディフェンスがいればオフサイドがあって前にはスペースはあるんですけどいけないんですけど、ホッケーはオフサイドがないので、積極的に、フォワードが引っ張ることによって相手ディフェンスのディフェンダーとミッドフィルダーのラインが、引き伸ばされて空間がたくさんできて、そこを、間を縫ってパスだったりとかドリブルをして攻めていくっていうのがホッケーの醍醐味かなっていうふうに思います。ついてこなければ逆に球速いのでそこに合わせてあげると簡単に相手のラインディフェンスラインを越すことができます。